2003年7月、eBay は中国のイーチネットの残る持ち分を取得し、100% 保有にしました。残余持ち分の取得価格は、SEC 提出資料で約1億4490万ドル。世界で成功した市場モデルを中国でも拡大する局面でした。しかし、同じ2003年、アリババはタオバオを始めます。大きな買収で対抗したのではありません。売り手が低コストで店を構え、買い手が商品を探せる無料のプラットフォームを用意しました。資本、ブランド、運営経験では eBay が優位です。それでも競争の形は変わりました。タオバオは何を競い、何をあえて競わなかったのでしょうか。答えは、競争の市場ではなく、競争が守る前提にあります。今回は、価格区、取引の信頼、ローカル運営という3つの層を見ます。そして、古典の第2系、講義9章が、正面衝突を避ける新規事業戦略としてどう読めるかを考えます。eBay は2002年にイーチネットの 38% を取得し、翌年に残りを買いました。これは無謀な判断ではありません。すでに利用者がいる現地市場と世界で磨いたオークション運営を組み合わせる合理的な成長戦略でした。買収によってゼロから利用者を集める時間を短縮し、技術とブランドを早く持ち込めます。国際展開では再現性のある成功モデルを使うこと自体が強みです。ただし、成功した企業には守るものがあります。取引が増えれば手数料や関連収入が増えるモデルでは価格体系を簡単には捨てられません。既存の収益を守る判断は合理的です。しかし新規参入者はその合理性自体を攻撃点にできます。無料へ追随すれば短期収益が下がり、追随しなければ参加者が別の市場へ動くかもしれない。強みの裏側に動きにくさが生まれます。タオバオの無料モデルは売り手が試すための負担を下げました。商品を出し、買い手の反応を見て取引を学ぶ。参加者が少ない市場では最初に流動性を作ることが重要です。無料は利益を放棄するだけでなく、市場形成の速度を買う投資でした。売り手が増えれば商品の幅が広がり、商品が増えれば買い手が訪れる。初期の市場では一件の収益より循環の立ち上がりを優先する選択があり得ます。しかし、出品が増えるだけでは取引は成立しません。当時のオンライン取引には、買い手は商品を見る前に払いたくない。売り手は入金を確かめる前に送りたくないという行き詰まりがありました。これは広告や画面デザインだけでは解けない問題です。アリババは2004年、この信頼問題に対応するため、アリペイを設立しました。エスクローでは、買い手の支払いを一旦預かり、商品受領の確認後に売り手へ渡します。先払いと先発送のどちらか一方へ、すべての不安を押し付けない仕組みです。無料とエスクローは別々の機能ではありません。無料は参加も障壁を下げ、エスクローは取引の障壁を下げます。つまり、タオバオは競合サイトをコピーしたのではなく、売り手が入り、買い手が信じ、取引が完了するまでの一連の運営設計を作りました。画面上の機能を比較するだけなら、どちらも商品を出品し、検索し、購入する市場です。差が現れるのは、利用者が不安になった瞬間に、仕組みがどう支えるかです。ここでも、無料だけで勝敗が決まったと単純化してはいけません。製品設計、利用者同士のコミュニケーション、ブランド、運営の現地化、投資規模など、複数の要因が重なります。市場シェアの調査値も、期間や定義によって変わります。無料は目立つため、説明しやすい要因ですが、取引が完了し、問題が解決され、利用者が戻ってくる運営がなければ、市場は定着しません。2006年、
eBay とトムオンラインは中国事業を含む合弁会社を発表しました。eBay は中国のオークション事業を拠出し、トム側は現地のインターネットとモバイル運営の知見を持ち込みます。これは完全撤退ではなく、戦略と運営体制の大きな変更でした。世界共通のモデルだけでなく、現地パートナーの能力を組み込む必要を認めた転換として読めます。四季が伝える戦国時代の話です。魏が趙を攻め、都の邯鄲を包囲しました。趙は征に救援を求め、征の将軍、玉木、伝喜は趙へ直報しようとします。しかし、軍師の孫権は、消耗していない魏の精鋭と正面から戦えば不利だと考えました。目的は敵を追うことではなく、趙の包囲を解くことです。孫権が選んだのは、趙へ向かう道ではありません。主力が国外に出て手薄になった魏の都、海陵へ進みます。魏軍は簡単の包囲を解き、自国を救うため引き返しました。西軍はその帰路を計量で迎え撃ち、士気は魏軍を大破したと記します。趙を直接救う代わりに魏を囲み、敵自身に包囲を解かせる。だから、国威救助、夷狄救助です。包囲は解けても戦争の被害が消えたのではなく、戦場と損失の場所が移りました。古典の戦場と企業競争を同一視はしません。比較するのは強い正面を避け、相手が放置できない条件へ戦場を移す構造です。eBay の正面にはブランド、資本、世界的な運営経験がありました。タオバオが変えたのは売り手が払うコストと利用者が取引をためらう理由です。無料とエスクローで収益と信頼という守るべき地点へ圧力を移しました。経営で確認することは2つです。第一に、競合の強みではなく、高い利益率、既存価格、販売チャンネル、社内評価指標など、競合が守らなければならない前提を探すこと。第二に、自社が変えた条件を持続できるかを設計することです。無料だけでは続きません。将来どこで収益を得るのか、信頼、支払い、苦情処理を現地の取引習慣へどう組み込むのか。あなたの競合が最も守らなければならない前提は何でしょうか？価格ですか？既存チャンネルですか？あるいは顧客が当然だと思っている取引方法でしょうか？相手の強い正面を避け、守る場所を動かす。それが現代の夷狄急調です。